こんにちは、白川理です。今日はなんとプロレスリングノアの道場に来ております。本日は素晴らしいプロレスラーとのコラボとなります。GHC ヘビー級チャンピオン、プロレス界のスーパーノヴァ超新星清宮海斗選手です。ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いします。清宮です。もう見てください。美術ファンの皆さん、清宮先生、この華やかなコスチューム、そしてベルト、肉タイル、そして甘いマスクですよ。いや、先生もでも僕やっぱり合気道の先生って聞いたので、やっぱすごくイメージだと本当失礼なんですよ。ちょっと年齢やっぱりご年配の本当方なのかなっていうイメージしてて、お会いした時にすっごい失礼なんですよ。爽やかだな。いや、もうそんな爽やかにね、清宮選手に言われたら嬉しいですけど、もう本当清宮選手はもう本当ナチュラルボーンスね、ベビーフェイスみたいな、本当生まれもうプロレスのエースになるために生まれてきたような爽やかさじゃないですか。そんなことないです。いや。ここ最近の活躍すごいですね、夏からの。いや、そうですね。N1 ビクトリーっていうシングルのリーグ戦があって。そこで、優勝してタイトルの挑戦することになりまして、そこで、GSC のライバルの慶応選手に、いやでもそのプロレスはものすごいファンだって言って聞いて、そうですね、やっぱ中学校の時とか小学校で日本プロレス、新日本プロレスってすごい人気だったんですよ。でもやっぱ清宮選手はやっぱスター性があって、やっぱプロレスの技術が高いので注目しております。いやもう自分もすごい興味あるので。あ、本当ですか。ものすごいあります。プロレスはすごい素晴らしいんですけど、YouTube ではまだライバル慶応選手大活躍ですよね。本当そうですね。最近慶応選手がやっちくんチャンネルとかタクチャンネル、そして高血先生のチャンネルとシステマ東京とだんだん武術界でコラボしてすごい知名度が上がってきてるんですよ。で、私の方も実は結構プロレスも好きなので慶応選手かなと思ったんですけど、ノアといえば清宮海斗選手じゃないですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。清宮選手をぜひ紹介したいと思って。ありがとうございます。清宮選手、合気道っていうのは、実際見たことあります？あります。でも実際というよりかはやっぱ映像でになってしまうんですけど、YouTube とかで出てるやつで見て、実はですね、なぜこの清宮選手今回コラボするかっていうと、ただの清宮先生のファンっていうわけではなくて、合気道とプロレスってすごく共通点がたくさんあるんですよ。たくさん共通点あるんですけど、一番は受け身なんですよ。受け身で、プロレスもファイティングスポーツでありながら受けの美学と言われてるぐらい、相手の技を受けた後で倒すっていう、独特のファイティングスポーツですけど、合気道もそうなんですよ。武道なんですけども、受け身をすごく重視する。受け身があるんですね。もう受け身がすごい大切なんです。もう見てたら本当に相手が投げられてるような感じに見えるんですよね。やっぱ受け身を取ってるんです。しっかり受けることで相手の力を感じたり技を磨いていくっていう、これもやっぱ独特の概念です。うわー、なんかそれすごくプロレスとやっぱ似てるなっていうふうに。本当に似てるんですよ。ですので今日はある種もうプロレスチャンピオンということで受け身の達人だと思うんですよね、清宮選手。そこはですのでまだ合気道って体感したことないと思うので、今日のテーマは一流プロレスラー清宮海斗は初見で合気道の技が完璧に受けれるかどうかっていうことを検証していきたいと思います。難易度高すぎますね。チャンピオンだからでも受け身が達人で大事ですよね。なんとかプロレスで培った、受け身を見せれればなと思って。絶対清宮選手だったらもう素晴らしい。いや今日楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず合気道の受け身から説明していきます。基本は後ろ受け身、足を曲げてあと前受け身ですね。前に転がる受け身、すぐ立てるように足の形が連続で、これが、あと後方回転受け身って回転で見ます。回転で、あとはうつ伏せの受け身、押さえられてる顔面とか胸打たないように
あとは横受け身、後ろ受け身でひねり系ねじり、ひねり、あとは一人飛び受け身、あとで使ったような飛び越し受け身、面白いんですけど、下がってね、後ろちょっとプロレスと違うんですけど、無音着地、無音着地っていうイメージです。ありがとうございます。またでもプロレス全然、はい、いや本当に違いましたね。全然違いましたね。はい。ちょっとプロレスの受け身の、はいはい。稲村選手、なんと今日は稲村岩崎選手も来てくださいました。プロレスの稲村良樹です。よろしくお願いします。この体つき見てください。すごい鍛えられてます。ありがとうございます。で、稲村選手に最初に、はい。レスラーブリッジちょっと見ていただけわかりまますか。した。鍛え抜かれた体。でじゃあレスラーブリッジをお願いします。首だけでしっかり支えて、でつま先はもう足ベタっとつかず、しっかりつま先の先まで立てて、で鼻つくぐらいまで首をしっかりして、胸のところで腕組みます。これが基本になるブリッジです。はい。首だけで支えていくんですね。そうですね。首だけです。もう足はほぼ支えてるだけで力入れてないぐらいの感じです。はい。ありがとうございます。こう受け身、プロレスは受け身大事なんですけど、強靭な首、それからスープレックスする時のこうバネとか柔軟性を高めていくってことなんですね。そうですね。いやすごいです。やっぱこの体重があるとなかなか難しいですよね。そうですね。は体重に見合ったこの首の力をつけないと怪我しちゃうんです。すごい、ね、いやそれがプロレスですね。い。こんなにちょっと褒められることない。そうニヤニヤして。あとやっぱプロレスではロープワークだと思うので、ちょっと清宮選手のロープワーク、こう、わかりました。ロープワークはい。すごかったですよね。ありがとうございます。これもやっぱこう跳ね返りですよ、ロープの。そうですね。ロープこれ硬いんで、それを跳ね返れるように。ある種これも受け身じゃないですけど、うまく使ってやらないとできないですよね。そうですね。このちゃんと体重を乗せるっていうのができるようになるのが結構大変ですね。背中怪我します。鍛えてない人いたらこれだけで骨折するって言いますよね。そうなんですよ。この歩数とかも難しいって言われてますが、リングによって違うんですよね。そうですね。大体3歩で走ります。じゃあちょっと前受け身の種類ちょっと教えていただけますか、基本的な。はい、わかりました。基本的な受け身の種類だと、とりあえず後ろ受け身後ろ受け身あります。後ろ受け身で速い受け身、打撃とか受ける受け身で、次投げられた時の後ろ受け身いきます。大きい受け身ですね。そうです。大きな投げな。はい。あとは基本的なのだと、前転の回転の受け身がありますね。
片手倒立からのそうですね。マットを見て、前で受け身取るっていうのと、あとはうつ伏せの受け身とか。うつ伏せの受け身は、うつ伏せの受け身はでももうそのままこのまま、はい、前にこう。あとはさっきの横の受け身も、はい、プロレスのこう受け身であるんですけど、はい、受けの形がちょっと多分違うと思うんで、はいはい。このまま足の形です。足の形がこう曲げずに。これがあと飛びながら大きいのと、あと綺麗に回転して首を打たないように背中から着地する。そうですね、はい、マットを見ながら受け身を取る。基本的には大体この受け身からいろいろ派生してやっていくっていう。やっぱダイナミックに回転して受け身取るっていうのはちょっと合気道と共通してますね。そうですね、はい、大きい投げがやっぱり多くなってくるので、それでもう本当にこう自分で空間を作って受け身を取るっていうのが基本になっている部分でもありますね。はい、受け身見せて。はい、早い。全体ができない。これだけの体で、はい、その俊敏性すごい。いやー、ありがとうございます。やっぱどんだけ体重あっても力強い人には投げられるんで、しっかり受け身取れないと、体重ある分ちゃんと取らないと怪我しちゃう。そうですよね。はいいやもう本当に素晴らしい受け身で。ちょっと合気道の今度技を見せますので、ちょっと見てください。はい。では今度は合気道の技を見せますので、ちょっと受け身に注目してごはい覧ください。そしたら正面一連。っていうのと、ちょっと変化させてもっと面白い形にします。ありがとうございます。結構足したような。すごいですね。もう映像で見たまんまですね。こうやってしっかり受け身取ってるので、全然痛くないんですよ。プロレスの、まあ、ボディースラムみたいな。わかりました。はい、基本的なはい。投げを。いきます。プロレスはでも受け身取るんですけど、やっぱりダメージがあるんです。いやでもこれはちょっとやっぱ合気道の受けの大きな違いっていうのは、合気道だってこう円を描いた、今のだったら上から下に落ちるので、合気道的な受けじゃなくて体全体を使って、まさにこのプロレスのリングを特性を生かして体全体で。いやーもう、はい、全部でプロレスのこうなんかよく教わったのが、はいこう
自分の体全部つけることでダメージを分散させる、それはすごく良さあります。上から下だったらどんなに受け身取ってもダメージはい残りますよね。残ります。でもやっぱ清宮先生さすがですね。やっぱ稲村選手こんだけでかいのに力すごいです本当に。もうね持ち上げられないですよね。いやでも投げ方ももうなんかあれですね、力だけではなくてこう技ですよね。はい、そのタイミングタイミングとかをずっと投げて練習してっていう感じですね。他にちょっと見せて。あ、わかりました。じゃあ、ドロップキックいきます。よし。ダメージがありますね。いやでもこれはちょっとプロレスのたくさんの要素詰まってますよ、ドロップキック。まずは受け身、先ほどの大きな受け身で力を逃がした、このままぶつかって止まってるとダメージって起こっちゃうんですけど、うまくこう受け身取る。じゃあ清宮先生のドロップキック今素晴らしいですね。やっぱ瞬発力、そしてタイミング、ジャンプ力、ひねり、そしてうつ伏せの受け身と、プロレスに好きなプロレスに必要な要素が全部詰まってますよね。意外とやっぱ打つところにやっぱ注目いってしまうんですけど、その受け身のところって多分あんまり見てないところなんです。いや、それはですね、合気それ道を見てに実は、はい、共通するので、ドロップキックの美しさがやっぱプロレスラーの価値の一つとも言われてるぐらい、いや、プロレスの要素がね、多分に含まれてるんですよ。いや、でも、見れて嬉しいです。ブレーンバス大丈夫。あ、わかりました。ちょっと基本的な。はい、基本的な、はい。よし。それ痛いですね。いやでもこれもあれですよね、しっかりと稲村選手受け身取りながら清宮選手が投げた後に受け身を取ってってことですよね。そうですね。はい、突き方によっては自分自身がはい、危ないですよね。首から行ったりするので。首をやっぱりちょっと首引きながら頭打たないように投げてると。はい。これでもこれだけ大きなですよ、僕投げるのもタイミングですよね。いやもう本当にタイミングとやっぱり普通では投げられないので、はい、そこをこううまくこう投げれるような投げ方っていうんですかね。体格によってもやっぱ変えて投げ方とかは力が強いですね。試合だったらもう完全に我慢する場合もありますし、逆に綺麗に受け身を取って逃がす場合もありますよね。こういう時の投げ方っていうのは変わってきますね。でもこの力の入れ方っていうのは多分あらゆるねスープレックスとかにも共通する多分そうですねお尻の力とか使い方だと思います。はい。いや素晴らしい技見せてありがとうございます。じゃあプロレスの技そして合気道の技見せ合ったということで、じゃあ清宮先生ちょっと、今回はレベル5に分けてレベル1からちょっと難易度上げてちょっと初めていけると思うんですけど、ぜひちょっと合気道の技受けてみてください。はい、お願いします。まず1本目はですね、ちょっといきます。レベル5はちょっと本当に